こんにちは、青22号です。今回からこれを作っていきます。ドイツレベルのポルシェパナメーラです。日本では2018年の2月に発売されたキットです。というわけで早速パーツを切り出していきます。パーツ数はそれほど多いというわけでもないので、あらかじめ説明書をしっかりと読んでおけば、パーツを先に切り離してしまってもどれがどのパーツかわからなくなることはほとんどないと思います。接着できるものは接着していきます。同じ色で塗るパーツ同士は先に接着していきます。例えばエンジンなどは全体がほとんどシルバーなので、シルバーで塗るパーツはすべてエンジンに接着していきます。接着剤はクレオスの流し込み速乾タイプの SP を使っています。ブレーキディスクやアップライトのパーツは接着部分の円の直径が実は4輪とも違うので、間違って接着することがないようになってます。ただし今一つぴったり合わないので、多少削って調整する必要はあります。シート周りも接着できるところは接着していきます。全席のシートを合わせてみるとぴったりと合わないようです。どうやら内部のダボが少し長すぎるようなので、削って短くしておきます。各パーツにサーフェーサーを塗っていきます。サーフェーサーはクレオスの黒1500を使っています。エンジンルーム内の各パーツや足回り、内装関係のパーツを塗っていきます。グレーではなく黒のサーフェーサーを使っているのは特に深い理由があるわけではないのですが、エンジンルーム内のパーツはメタリック系で塗るパーツが多いのと、内装関係もジャーマングレーを基本にした塗り分けになるので、どちらかといえばグレーよりも黒かなという程度の理由です。ジャーマングレーはダーク系なので、グレーが下地の方が塗ったところが分かりやすいかもしれませんが、黒だと見分けがつかないというわけでもないので、今回は他のパーツとまとめて黒のサーフェーサーを塗っています。希釈は砂吹きにならないように1対3くらいにしてあります。サーフェーサーが乾いたら、内装周りのパーツは早速ジャーマングレーを塗っていきます。シートなどのパーツは合わせ目が残ったままですが、そのまま塗っています。完成後はほとんど見えなくなってしまうので、そこまでしなくてもいいかなと思ったので。ただしパーティングラインやバリなどはデザインナイフのカンナ掛けで削っておくぐらいはしておきました。この内装フロアのパーツのように面が直角に近い角度で交差しているところが多いので、塗料の希釈は1対3から4くらいの薄めに希釈しています。塗料が濃いとエアブラシと平行な面で砂吹きになりやすくなります。ジャーマングレーは念のため2度塗っています。ボディにサーフェーサーを塗っていきます。サーフェーサーはガイアノーツのエボのグレーを使っています。はじめは色がつくかつかないかぐらいで薄く全体を一通り塗ります。薄く塗るとそれだけ早く乾くので、ぐるっと一周して全体を塗り終えた時は最初に塗ったところは乾いていることになります。これを 2,3 周繰り返して塗膜の基礎を作ります。色がついてきたなと思ったら本格的に塗料をのせていきます。サーフェーサーといえど、いきなり厚塗りすると塗料が流れてしまって結果的に厚塗りができなくなります。はじめにしっかりと滑り止めを作っておくことで、塗料を流さず塗り重ねていくことができるようになります。ただし今回の塗装は後でペーパーがけをして削り落としてしまう、いわゆる捨てサフとなるものなので、
それほど厚塗りにする必要はないのですが、塗り方の基本は変わりません。今回ボディを塗装する際に天井の内側にマスキングテープを貼っています。これは内側にディテールがあるためで、そのままにしておくとサーフェーサーが吹き込んでザラザラになってしまい、せっかくのディテールが台無しになってしまうからです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。